はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2023年リリース予定とされている面白そうな街づくり系シミュレーションを紹介していきます。街づくりの他にも経営や戦略育成 RPG などシミュレーションにも多くのサブジャンルがありますが、腰を据えてじっくり楽しめる作品が多く Steam でも人気のジャンル。そんな新作街づくりシミュレーションの中から面白そうな作品をピックアップしました。紹介する作品のリリース日や対応言語、体験版の有無などは現時点での情報となり、今後変更となる可能性があることはご了承ください。また、Steam Next Fest が近い影響かはわかりませんが、体験版を遊べる作品が多いのでその辺もチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それではリリース日の近い順に見ていきましょう。まずはじめにポストアポビルダー。世界崩壊後の世紀末で街づくりシミュレーション。舞台となるのは世界が崩壊した後の未来世界。プレイヤーは資源も少なく危険な動物やヒャッハーがうろつく荒れ果てた荒野で周囲を探索して資源を集め、生存者によるコロニーの建築発展維持を目指します。ゲームはサバイバルシティビルダー。生存者が生き残るための水と食料を確保しながらも、寝床となる場所としてテントを張ったり、井戸を掘って水を確保したり、生存者の生活基盤を整えていくことになります。街を築いていくことになる荒れ果てた荒野では、資源が乏しく集めることが困難となり、街にやってくるトレーダーとの取引が重要。また、崩壊前の技術を研究して、テクノロジーレベルを上げることで、新しい建物がアンロックされるほか、車や銃など様々なものを作ることが可能になり、獰猛な動物や恐ろしいならず者たちから都市を防衛する要素もあるみたいです。ポストアポビルダーは2023年2月リリース予定日本語未対応の作品です。ワイルドウエストダイナスティー。西部開拓時代を体験できるライフシミュレーション。本作は1800年代のアメリカ、西部開拓時代を舞台に、孤独なカーボーイとなって、開拓地を作り市長となる物語です。プレイヤーは孤独なカーボーイ。旅の途中で廃墟となった牧場を見つけ、ここに留まることを決意する。食料を集め、動物を狩り、肉や皮を売って稼いだお金で少しずつ牧場を修復していきます。牧場が再建され出すと入植者が集まり出し、定住をはじめ村となり、やがて店舗や保安官事務所、ホテルなどが立ち並び、街へと変貌を遂げていく。街が発展するにつれ敵である盗賊が街を襲撃しに来るので、射撃や格闘といった RPG 要素であるスキルを身につけ、街を守らなければなりません。ストーリーモードでは何百ものミッションが用意され、リアルな西部開拓時代を楽しむことができます。ワイルドウエストダイナスティは2023年2月17日リリース予定日本語未対応の作品です。ノーランド。物語を生み出す中世シティビルダー。リムワールドやクルセイダーキングスに影響を受けたとされる本作。プレイヤーは農民、奴隷、兵士、犯罪者など様々な階級の人々が住む都市を管理する貴族となって、家族の一員それぞれに仕事を割り振り、都市建設を進めていくコロニーシムです。本作の特徴は様々な要因によって物語が生成されるゲームシステム。登場するキャラクターは一人一人が個性的で、多数のユニークな個人で構成される大規模なコミュニティでは、階級、犯罪、奴隷の反乱、宗教紛争、経済問題、人間関係、裏切り、戦争など、予測不可能なイベントが発生し、刺激のあるゲームプレイが可能です。都市に住むそれぞれの市民には、社会的地位や個人の特性によって独自のニーズや行動様式を持っているとともに、プレイヤーが操作する家族にもそれぞれに性格があり、彼らの特徴や個性を考慮しながらもうまく管理していかなければなりません。またゲームは自身の都市を管理するだけではなく、ワールドマップもあり、他の王国や宗教指導者との関係性にも気を配らなければならず、外交戦略をうまく駆使して同盟を結ぶこともできるし、もちろん軍事力によって根絶やしにすることも可能。ゲームを見た感じでは、中世版リブワールドといった印象。ノーランドは2023年3月リリース予定日本語未対応の作品です。
ワンミリタリーキャンプ。明日の戦士を育成するミリタリーシミュレーション。物語の舞台は邪悪なカリスマドラガンの軍隊によって世界の大半が支配された世界。プレイヤーは最後に残された領土で古びた軍事キャンプを再建し、ドラガンに立ち向かう新兵を募集して訓練し、平和な世界を取り戻す戦いに挑むミリタリーキャンプ運営シミュレーションです。ゲームは戦争ものですが、ユーモアを交えコミカルに描かれており、とっつきやすい印象。ドラガンの捕獲から逃げ延びたホーキンス軍曹の助言のもと、道路も電気も何もない軍事キャンプに施設を建て、明日の戦士を育成していきます。しかし、キャンプを運営するには資金はもちろん、様々な施設が必要。料理人や医者、施設のメンテナンス技師など、それぞれの施設に適した人材を募集しなければなりません。また、キャンプの運営には食料以外にも、医薬品や燃料、弾薬などのリソース管理も重要。キャンプ運営の目処が立ったら、いよいよ新兵の募集と訓練を開始。兵科は歩兵や工兵、砲兵、通信兵、パイロットなど様々。募集した新兵を適性のある兵科へと配属し、訓練を行っていき、育てた兵士はミッションや敵領土に送り込み、ドラガンに支配された地域の奪還を目指します。ワンミリタリーキャンプは2023年3月リリース予定、日本語未対応の作品です。ディルビアンウィンドウ。津波から旅人を守る避難所建設ストラテジー。世界は洪水に見舞われ、なおも海は平穏とは程遠い状態が続いている世界。プレイヤーは灯台森となって、洪水から逃れるために国を出た旅人たちのための避難所を構築し、洪水に備えていく避難所ビルダー。本作の特徴は、避難所である灯台は、旅人たちが目指す最終地点ではなく中継地点であること。そのため旅人たちはやってきては入れ替わり立ち替わりこの灯台を去っていくことになります。そういった旅人に寝床と食事を提供する代わりに、次の場所で灯台を去る日まで仕事をお願いし、中継地点としての一時避難所の拡大を目指していくといったゲーム内容です。ゲームは旅人の受け入れ、仕事の割り振り、仕事の実行、夕食、灯台の明かりの管理といった5つのパートを繰り返す、ほぼ単性のセミリアルタイムで進行。訪れる旅人は動物であり、野菜の栽培が得意なリスや、魚釣りが得意なカワウソであったり、それぞれが持つ建物の知識と得意な仕事をうまく割り振りながら、食料や資材を管理していかなければなりません。旅人を連れてくる馬車は灯台の明かりを目印にやってくるので、薪などの資源も欠かすことはできず、さらに時折津波が避難所を襲い、建物に被害が発生し、さらなる資材が必要となることもあります。体験版も日本語対応しており遊びましたが、とにかくリソース管理がシビアなゲームです。ディルビアンウィンドウは2023年3月30日リリース予定、日本語対応の作品です。コロナイズ。植民地化時代を舞台にしたサバイバルシティビルダー。本作は17世紀イギリスによるアメリカ大陸の植民地化をテーマに、入植者たちの歴史や生活様式をできる限り忠実に再現した作品です。プレイヤーはアメリカ大陸に上陸した入植者の指導者となって、荒涼とした人を寄せ付けない環境の中で生き残り、植民地化の成功を目指します。未知の土地での生活はとても困難で、寒さや飢え、病気が原因での人口減少や、現地の先住民族、マサチューセッツ族、ナラガンセット族といった部族との良好な関係の構築など、植民地の存続と生き残りをかけ奮闘していくことになります。史実に基づくシナリオマップは、北アメリカにおけるイギリス植民地の先駆けプリマスをはじめ、バミューダ、ボストンなど6つがプレイ可能。体験版はプリマスのみです。本作は芸術的価値、教育的側面、革新性に重点を置いたゲームをサポートする、スロバキア芸術評議会の公的資金の援助で作成されているとのことです。調べたところ、スロバキアではデジタルゲーム制作を支援するための助成金があるようで、国がゲームを支援するっていうのはすごいですね。体験版もありますが、日本語には対応しておりません。コロナイズは2023年第1四半期リリース予定、日本語対応の作品です。戦国ダイナスティ。日本が舞台のダイナスティシリーズ。日本は戦と飢えにより荒れ果てた戦乱の世となった。プレイヤーは一人娘と共に安住の地を求めて伝説の農民の国へと赴き、自らの生き方を探していくことになります。
土地を開拓し、施設や住居を建て、流れ者たちに仕事を与え、山賊と戦ったり、近隣の村と交易しながら村を大きくしていく物語。家族、そして一族の誇りを守るため武士の道を進むのか、村を築き、人々から敬われる指導者となるのか、生き方はプレイヤー次第。ゲームモードはストーリーモードのほか、自由なプレイが楽しめるサンドボックスモード、さらに協力プレイにも対応しています。制作にあたっては日本史の専門家の協力のもと、リアリティのある日本を再現しているということなので、なんちゃって日本ではなさそうな感じはします。戦国ダイナスティは2023年第2四半期リリース予定日本語対応の作品です。サイバータウンサイバーシティ建築ストラテジー。プレイヤーは新しい惑星に降り立ち、資源を集め、サイバネティックシティを構築し、ネオンきらめく未来都市を作る作品です。都市建築だけではなく、市民の予防や経済システムなど、都市を運営していく要素や、自然災害、ストライキ、反乱といったアクシデントが発生したり、アンドロイドのような敵と戦う戦闘要素もあり、街の市民を守るため、または新たな惑星を植民地化するため、軍隊を作り戦闘に備えていくことになります。Steam でも意外と少ない未来都市建築シミュレーション。サイバータウンは2023年第3四半期リリース予定日本語対応の作品です。スライブヘビーライズ・ザ・クラウン。中世ファンタジー風世界を舞台にしたシティビルダー。ゲームはリアルタイムストラテジーの要素を盛り込んだシティビルディングゲームです。プレイヤーは国を統治する国王となって資源を確保し、土地を整備し、外敵からの脅威に備え、守りを固めながらも国を発展させていきます。王国の運命はプレイヤーの選択によって大きく左右されていくこととなり、先制的な統治による非常な暴君となるのか、博愛主義で慈悲深い支配者となるのかはプレイヤー次第。また、本作は最大4人でのマルチプレイに対応し、PVP や協力プレイを楽しめるようです。スライブヘビーライズ・ザ・クラウンは2023年リリース予定日本語対応の作品です。ナイト・イズ・カミング。ファンタジー世界を舞台にしたサバイバルシティビルダー。物語の舞台はスラブ神話と北欧文化が持つ神秘的な雰囲気に影響を受けた世界。プレイヤーは入植地を管理し、人々の生活状態に気を配りながらも、住居などを建設し、採掘やクラフトなどを行わせ、徐々に入植地を拡大し、様々なロケーションを開拓していく中で、最終的には世界を救うことになるといったスケールの大きそうな作品です。開拓民は一人一人独自の特性、アビリティ、ニーズ、属性、スキルレベルを持っており、それらを把握して効率的に入植地を発展させていく。また、気温の低下、吹雪などの環境の脅威だけではなく、夜の訪れとともに神話上の怪物が入植地を襲いにやってくるので、強固な防衛手段も必要。ナイト・イズ・カミングは2023年リリース予定日本語対応の作品です。レイサラ・サミット・キングダム。過酷な鉱山で街づくりシミュレーション。マチュピチュをイメージしてしまう本作は、低地を追放された民が新たな移住地を求め、鉱山に街を作るといった街づくりシミュレーションです。それぞれ異なる特徴を持った山々は、形状が異なるだけではなく、植物の配置、資源の有無、気候条件など様々。緑豊かな低地で農業を営む場合もあれば、氷河の頂上に近い危険な地域での繁殖や、貴重な鉱物の採取に頼らなければならない場合もあります。そういった複数の都市をつなぎ、物流網を構築し、交易ルートを確立していきます。山に住む人々は常に付きまとう危険の一つ、巨大な雪崩と向き合って生きていかなければなりません。雪崩を止めることはできませんが、事前対策と準備をすることで被害を最小限に留めることが可能。最終目標は山の頂上に神殿を建てること。標高や天候といった過酷な環境下の中、安全な輸送ルートを確立し、大量の建築資材を運び込み、レイサラ王国を再建しましょう。鉱山に山を作るユニークな街づくりシミュレーション。レイサラサミットキングダムは2023年リリース予定日本語対応の作品です。パタディウム。
神となって集落を発展させるシティビルダー。神の力を得たプレイヤーは集落を築き、信者を集め、他の村の神々と影響力を競い合うゴッドゲームです。ゲームは昼と夜の2つのパートで進行。昼間は人々はそれぞれの意志で行動し、彼らに祝福を与えることで従順な信徒とすることができ、また恐怖心を与えることで支配することも可能。神であるプレイヤーはそうした信徒たちの信仰心、マナーを使って、夜寝静まった信徒たちが望む願いを具現化する奇跡を起こし、建物や農地を拡大しながらも信徒を増やし、影響力を強めていくことになります。神の影響力が大きくなれば世界の様相も変化し、祝福を与え村を発展させていく神になるのか、人間を生贄に捧げ悪魔を召喚し、強力な軍隊を作り、他の村を襲う邪神となるのかはプレイヤー次第。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。パタリウムは2023年リリース予定日本語対応の作品です。ゴード。ダークな世界観で展開するサバイバルシティビルダー。スラブ神話をベースにしたダークな世界を舞台に、集落建築にサバイバル要素を加えた作品です。プレイヤーは暁の部族を率いて禁断の地を探索していくとともに、入植者の生活も考えながら集落を発展させていきます。しかし集落の拡張は容易なものではなく、敵の部族や恐ろしいモンスター、周囲の森に潜む謎の力など、入植者たちは常に危険にさらされているので、柵を築き、防壁を立て、防衛システムを構築し、小さな集落を強固な要塞へと成長させなければなりません。また、入植者たちには小規模である産地が設定されており、飢えや病気、親族の死に至るまでが心の重荷となって影響を与えるパラメーターシステムや、神々の力を利用できる進行システムなど、かなりやりごたえがありそうな作品になっています。ゴードは2023年リリース予定日本語対応の作品です。テラニール。生態系の復活を目指す自然育成ストラテジー。本作は生態系の再構築をテーマにした逆シティビルダー。通常の都市建築では自然を破壊しながら建物建築を行い、緑の大地がコンクリートジャングルへと化していきますが、本作は不毛な荒れ地を草木が生い茂り、様々な植物や動物が生息する生態系の楽園を取り戻すといった環境意識の高い作品です。環境に優しい高度なエコテクノロジー技術を駆使して、土壌を浄化して緑地帯を構築し、ミツバチを使った花畑やポンプを設置しての川を作り、そして焼き畑農法の要領で緑地帯を焼き払い、土の栄養を高め、その土地では森が生い茂り、自然環境が形成されていきます。うまくバランスが取れた緑地化が成功したら、すべての機器を解体撤去し、最後は宇宙船で飛び立ち緑化終了。何もなかった不毛な荒れ地が、緑を生い茂る美しい大地になっていく様子は、心が洗われるような気持ちになれます。体験版もありますが、日本語に対応していません。テラニールは2023年リリース予定日本語対応の作品です。マナーロード。中世を舞台にした街づくりシミュレーション。本作は14世紀末のフランケン地方の芸術と建築に影響を受け、美しいグラフィックで描かれた中世ヨーロッパ風の街並みが立ち並ぶ様子を楽しむことができる作品です。プレイヤーは荘園の領主となって村を賑やかな都市に発展させ、資源と生産ラインを管理し、自身の土地を拡大していくことを目指します。住宅地、商業区域、工業地帯を設定して農場を作り、動物の生息する場所には狩猟小屋を配置し、木材を確保するために伐採場を建て、領民の生活基盤を整えていきます。本作の開発はたった一人で行われているとのことですが、とにかくゲームの作り込みが素晴らしく、グリッド線に縛られない街づくりはより本物らしく、より自由に中世の街をデザインすることができ、作った村をプレイヤー自身が領主となって歩き回れたり、建物を建てている時の建築工程が非常に細かく、グラフィックのみならずそういったところにもこだわりを感じさせてくれます。領地を運営拡大する上で近隣の荘園領主との戦闘が発生し、大規模な舞台ベースでのリアルタイムバトルも展開するようです。マナーロードは2023年リリース予定日本語対応の作品です。
はい、今回は Steam で2023年リリース予定とされている面白そうな街づくりシミュレーションを紹介しました。気になる作品はあったでしょうか？もしかすると今回紹介した作品も NEXT フェスで体験版が登場するかもしれないのでチェックしてみてください。今回紹介した作品のリリース日や対応言語、体験版の有無などは現時点での情報となり、今後変更となる可能性があることはご了承ください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。